この株立ちをですね、ちょっと伸びてるのを若干刈り込んで状態を見やすくするというような、これどうしても秋にやる必要はないんですけれど、見た目若干綺麗です。いつものようにこう目切りみたいな形でね、ちょっとこういうふうに目を押さえるというか刈り込むというか。これなんかね、ここからここまでです。まあこういうふうに針金かけたのは伸びは少ないんですよ。こういうふうに伸びるのもあるし、まだ全然伸びる。これから伸びるんだけどね。真夏はちょっと、今年の真夏は暑かったからそんなには伸びてないというかね。これからやっぱり30度以下になって、低い温度の方も20度ぐらい、20度前後ぐらいになってくるとやっぱり季節ですね。そういう植物の季節で、伸びも活発になると思いますが、まあ秋はそんなには伸びるのはぐーんと伸びる樹種もあるんですがね、雑木なんかは本当にものすごい伸びるんですが。これ目安としてはどういうところを切るとかっていうのってあるの？だいたいこう上は丸く、このヒノキなんか杉はまっすぐだけど、ヒノキの樹形っていうのは一番先端はこう丸くするんですよ。ピーンとならない。まあそれがまあこういうギザギザしとるところ、これも今頭はまだできてない感じなんですが、ここで丸くしとくというのが一番あれだね。私はそう思っとる。人それぞれ感じとして多少違う人もあるんだけどね、基本的にはこれせっかく伸びてきたところとかさ、そういうのもやっぱりその丸くした方がいいでっていうふうで切るとかそういうことなの？そうだよ、せっかくでだって形状に背く育ち方はやっぱり切りながら抑えてからなの。いやそれはやむをえん。樹形作りにはダメなとこは早めに切るっていうのが。伸びてほしくないところを切るっていうこと。それはそうだまあ樹形っていうのはそれぞれ基本はあるんだけどね、まあそれ以外に人の好き嫌いの状態で勝手に本人のそういう意思のもとに切る場合もあるでね。夏の前にさ、樹勢調整っつってやるわな、あのやり方とはまた違う最終的には樹勢調整一緒なんだけどね、やり方としては上の方が力が強いから下はあんまり触らずに上を切って抑えると、力をあんまり上へ行かんようにするっていうやり方が樹勢調整だな、樹力調整っていうか、樹勢を。で今秋口にやるのは今のは形を大体ね、
個々の先端のやつは丸くするじゃんね。一番上、うん、一番上は丸くして、その下側にある枝は、うん、平らっていうか平らにするの。うん、これ棚は平らにするの。ここはね、ずっと全体が、これは雑木でも一緒だけどね、こういう場合は上はまあそれぞれ丸くしたり尖らしたりする場合もあるんだけど、一つずつこういう枝の棚っていうのは平らにできるだけ、ここからぴょこんとは出てこないようにするんだね。こういう飛び出してくるのを抑える程度の感じで。だけどこの棚の作り方もいろいろあるんだよね。それぞれ好みによって棚を変える人もあるんだけどね。まあこういうことを年に1回か2回こう見ながら樹形作りは、作っていくのが一番いいね。ボサボサにして樹形がわからんぐらいにほったらかしといて、また針金かけたりなんかでバサーンと剪定なんだけどね、剪定で直していく人もあるんだけどね、そういうのは大体プロが多いよね。プロがでそのつき方とかそういうのが直せるし、そういう材料ある程度の材料を買ってきて、バサッと作っていくっていう人、それまではあまり自分で小さいのを作る人は少ないもんな、プロは。我々みたいに刺し目からやっとるとこういうことをやった方がまあ楽しみも多いし。よし、まあこんな程度はね、きちっとやる。まだ針金もいろいろかけなあかんところもあるもんで、ちょっと変わったかな。まあそのままだからとかは変わらんけどね。だけどもう来年は本鉢へ、これざるへ去年植えたから、来年はまああれだね、本鉢へ一応上げてみる。でそれから2、3年でできるようにするという形だね。だから秋にはもうこれ外す。秋出て11月頃な。11月頃外す。それから針金かけなかんところは引っ張って針金じゃなしにこういう針金かけだな。それをやる。とりあえずこの盆栽はこれで完成の近い 70% ぐらいのものがこうやってあと3年か4年で完成できる状態です。